どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画にした30センチキューブ溶岩石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていないという方は、概要欄の再生リストからぜひ見てやってください。小さな溶岩石を強力にくっつけて一つの塊にし、それを両サイドに置くことで大構図にした水槽だったんですが、あれからどうなったのでしょうか？それでは早速いつものさらっとおさらいから。レイアウト技術向上のためにレイアウト仮組みセットを使い溶岩石を接着。水草は多種多様なものを植栽し、できるだけスケール感を感じられるような構成にしました。長めのミスト式期間を経て、プレミアムモスが自然活着したところで注水したんですが、残念なことに数種類の水草がミスト期間中に溶けてしまいました。そこから外部フィルターを設置し、ようやく水槽が立ち上がったところまでが前回までのお話です。というわけで続きからなんですが、今回は水草には欠かせない用品をセットしていきます。それがこちら、CO2 ディフューザーです。こちらは旧 ADA ロゴのパレングラスですね。どうしても小型水槽はインライン化できないので、基本ディフューザーを使っているのですが、ほとんどがアンビリーバブルでした。今回は2つ旧ロゴの ADA 製品があったのでそちらを使っていきます。正直性能面に関してはアンビリーバブルの方が取り回しもしやすいし手入れも楽なんですが、やっぱりガラス製品にはロマンが詰まっていますね。前回盛大にガラス製品を割った人間とは思えない発言ですが、今回のパレングラスはチューブを取り付ける部分が垂直になっているため、必然的にチューブの方を曲げる必要があります。エアーチューブだと柔らかすぎて折れ曲がってしまうので、できれば U 字のパーツなどで折れを防ぎたいです。ないんで今回はこのままいきます。というわけで取り付けた状態がこちら。やはりディフューザーから気泡が出る姿はいいですね。インライン式だと水槽内はすっきりしますが、この気泡の楽しみがなくなるのが難点。いい感じに細かい気泡が出ているのではないでしょうか。ただやはりというか、パレングラスの先端が絶妙に長いため、どうしても溶解性能は劣ります。CO2 は基本的にできるだけ下に設置した方が、その過程で水中内に溶け込むので効率がいいらしいのですが、これはエアーチューブのターミをプラスして高さを設定しないといけないため、30センチキューブだとほぼ真ん中の高さぐらいでしか取り付けることができません。正直中古じゃなければこれは選ばないと思います。使うなら DUA のチューブ取り付け部分が横にあるやつがいいです。普通にこれ新品で買ったら今だと6380円もしますからね。ちなみに CO2 を取り付けたのは注水後2日目です。大幅な CO2 器具の新調もあったのでちょっと遅くなりました。続いて注水から1週間後の状態がこちら。ちょっとグロッソスティグマが徒長してきましたね。中央の道部分はグロッソとアラグアイアレッドシャープリーフハイグロが相変わらずせめぎ合ってます。プレミアムモスは今のところ変わり映えはなく、溶岩石の空洞に植栽していたニューラージパールグラスもまだスイッチは入っていないようです。奥側の後継層たちはご覧の通りで、ロタラナンセアンとミリオフィラムガイアナドワーフは順調ですが、右の溶けきっていたロタラワヤナードは壊滅的です。やはり注水前の読み通り、ここから復活は厳しそう。あと気になるのは油膜ですね。まだ生体も入れてないのにすぐ油膜が張ります。正直ろ過が効いていようが効いてなかろうが、生体が多かろうが少なかろうが、サーフェイス隙間がなければ 100% 油膜まみれになるんですが、これうちだけですか？エアレーションとか隙間とか使わずに油膜張らない方がいれば教えてほしいです。うちはどの水槽でも油膜取り必須。ガス交換も阻害されるし、そもそも見た目がよろしくないので消えてほしい。おまけに30センチキューブ水槽は水槽台の下段にあるため、水面を見下ろす形になるんですよね。そこに水面全体に広がる油膜が目に飛び込んでくるんで、干渉性最悪です。
続いて注水から2週間後の状態がこちら。だいぶもさってきましたね。特にグロッソスティグマ。光量が弱いのか徒長しまくってます。正直そんなに光量弱いライト使ってないんですが、なんででしょうね。もしかしたら最初から注水した方が徒長しないのかもしれません。ちなみにこの映像を見てもらったらわかると思うんですが、パレングラスが傾いてます。これは吸盤が1個であることと、エアーチューブを U 字に曲げないといけないことから来る現象です。エアーチューブも水槽内に入れていると硬くなるため、どうしてもパレングラスがそっち側に引っ張られるんですよね。ビスゴムがちょうど正中線上にあるため、容易にくるっと回ります。やっぱこのパレングラスは機能性低い気がします。単純の水草はというとこんな感じ。グロッソの徒長は相変わらずですが、根菜していたショートヘアがほとんど見えないですね。これはグロッソと一緒に植えたのは失敗だったかもしれません。プレミアムモスは少しずつ成長しているようで、水中用っぽい感じになってきました。こうやって見るとやっぱプレモスは綺麗ですね。後継層も結構茂ってきましたが、ロタラワヤナードは綺麗さっぱり消えました。1週間前まで数本残ってたんですけど、どこ行ったんでしょうね。というわけで、そこから3日後にこちらを購入してきました。ロタラワヤナードです。今回は枯らさないようにできるだけ早く使います。状態はこんな感じで、まあまあいいのではないでしょうか。そしてこちらも購入。ポゴステモンヘルフェリーです。見切り品で1400円が900円になっていたので思わず買っちゃいました。状態も500円値下げされてる割にはまだいい方なのでお買い得なのではないでしょうか。前回解けたのは ADA のポゴステモンヘルフェリーなんで全く一緒ではないんですが、とりあえず解けなければ何でもいい精神です。そんな感じでミスト式期間中に溶けた水草たちを補充していきます。というわけで早速ロタラワヤナードから開封。なんか思ったより状態良くないですね。根元付近は枯れてて、液体培地も枯れたやつ特有の茶色になってます。この時の記憶が確かであれば、なんかちょうどワヤナードが ADA 側でも品切れっぽい状態になってて買えなかったんだと思います。探し回ってようやく購入できたので、多少状態が悪いことに目をつむって買ったと記憶しています。まあこれくらいだったらなんとかなるでしょう。ポゴステモンヘルフェリーも開封します。なんかこっちの方が状態いいまでありますね。値引きされてるやつの方が値引きされてないやつより状態いい矛盾。まあ例に漏れず根元付近は溶けてるっぽいです。果たして ADA のものより育成しやすいのでしょうか。というわけで株分けしてきました。やっぱり根元は枯れてて根っこも茶色になってますね。まあ上部分は生きてるので大丈夫だと信じましょう。量も割とありましたね。ポゴステモンヘルフェリーはこんな感じ。絶妙に株分けが難しかったんですが、1株ずつに分かれるやつもあれば、1つから分岐して結構デカめの株になってるやつまで様々な状態になりました。というわけでロタラワヤナードから植栽。全く植えてるところが見えません。でも苦戦してるのはなんとなくわかるのではないでしょうか。やはり下段の水槽は撮影するアングルが難しいですね。植栽しながら撮影してもいまいちピンとこない映像しか撮れなかったので、植栽終了した状態までカット。すべて植栽し終えた状態がこちら。ロタラワヤナードは結構な数植えられましたね。ほとんど埋め尽くせたので、ここから順調に増えてくれればもっさもさになるのではないでしょうか。ポゴステモンヘルフェリーはというと、当初植栽していた両サイドの中央付近に植栽し、溶岩石の空洞の奥側、ニューラージュパールグラスの隣にも植栽しています。これだけだと余ってしまったので、中央の道の両サイドにもしれっと植えておきました。これでミスト式当初の水草たちが揃った形です。あとは無事に成長することを祈るのみ。続いて注水から3週間後の映像がこちら。グロッソが徒長しまくってて若干の圧迫感を感じますね。背丈が高くなってるせいでショートヘアグラスが完全に隠れており、植えた意味がなくなってるのが悲しいところ。プレミアムモスはここら辺からスイッチが入ってきており、
かわいい水中用がしっかりと展開してきました。だいぶボリューム感も出てきたので、さらなる成長が楽しみです。意外とうまくいくもんですね。ニューラージパールグラスも結構状態が良く、当初考えていたしだれた表現がしっかりとできています。ミリオフィラムガイアナドワーフはだいぶモサモサになってきており、成長速度の速さに驚きます。ロタラナンセアンはヒョロヒョロですが、まあ成長はしているようです。アラグアイやレッドシャープリーフハイグロも順調にいっていますが、やはり徒長しているグロッソに負けてる感は否めないです。肝心の植栽したロタラワヤナードは植栽して5日目ですが、なんとなく成長してきています。この数日で溶けておらず、多少なりとも成長しているので、もう溶ける心配はないでしょう。ボゴステモンヘルフェリーの方も溶けてはいませんが、正直全く成長していないので、ここからしっかり残ってくれるかは微妙です。そんな感じで注水してからはおおむね状態のいい溶岩石水槽の注水3週間後までの状態でした。実はこの水槽、これまで全く苔知らずで、自分の水槽では珍しく壁面の苔も全く生えていません。それだけ水草の状態がいいのかもしれませんが、マジで奇跡的です。このバランスを維持しつつ育てていきたいですね。今後のこの水槽の行く末が気になる方は、ぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。